こんにちは、岡安です。今日はセルフネグレクトと仏教というテーマでお話します。皆さんはセルフネグレクトという言葉をご存知でしょうか？親が子供を育てない育児放棄という意味のネグレクトは以前からよく知られていますが、最近はセルフネグレクトも増えていて、新しい社会問題になっています。日本語では自己放任と言われて、分かりやすく言えば自分に対する関心が低くなって心や体のケアを放棄してしまう状態のことです。私たちは日頃意識してもしていなくても自分の心と体をケアしなければ生きていけません。ある程度は決まった時間に起きてきちんと身支度をしてから学校や会社に出かけます。友達や会社の同僚と適切にコミュニケーションをとって帰宅途中に必要な買い物をして家に帰れば風呂に入って食事をしてそれを片付けてからベッドに入ります。健康な人ならば毎日当たり前のようにやっていることです。ところがセルフネグレクトに陥ると人間関係が極端に希薄になったり生活全般において投げやりな言動になってしまいます。具体的に言えば掃除や片付けができなくなって風呂にもめったに入らずに髪の毛や爪も伸びっぱなしという人です。もしかしたら皆さんの周りにもそのような人があるかもしれません。このセルフネグレクトの人は反抗期だから散らかし放題で荒れた生活をしている少年とかただ単に少しだらしのない不潔な人なんかとも違います。長い間ゴミを溜め込んだりして最悪の場合は自宅全体が足の踏み場もないほどのゴミ屋敷になったり孤独死や自殺にも至ってしまうという危ない状態です。そう聞くとそれって痴呆症の始まった年配の人にあることでしょと思われるかもしれません。ところが最近では20代から30代の若い人にもセルフネグレクトは増えているんです。特に核家族化が進んで一人で生活する人が多くなり他者とのコミュニケーションが少なくなった現代ではどんな年齢や立場の人でもセルフネグレクトになる可能性があります。ではどんな人がそうなってしまうんでしょうか？もともと健全だった人がセルフネグレクトになるきっかけは失恋をしたとか大切な人を失ったなどという喪失感です。あるいは強い仕事や人間関係のストレスを継続的に感じていたり事故や災害などのトラブルが身の回りで連続して起きているといった精神的なダメージが要因だそうです。そう聞くと、生きていれば誰にでも当てはまりそうなことばかりですよね。特に最近は新型コロナをはじめとしていろいろな苦難や困難の多い世界を私たちは生きています。では一体どうすれば自分や大切な家族を守ることができるんでしょうか？完璧にゴミ一つない家とまではいかなくてもそれなりに整った環境で安心や満足を感じて毎日を過ごすにはどうすればいいんでしょうか？今回は仏教に説かれている教えに基づいてセルフネグレクトの対策法を学んでいきましょう。セルフネグレクト対策の一つ目は気虚を正すです。気虚を正すというのは仏教で教えられている良い行いの一つです。7000余巻とも言われる膨大な数のお経には数えきれないほどたくさんの良い行いが教えられています。お釈迦様は常に良い行いをすれば良い結果が来て悪い行いをすれば悪い結果が来る、すべて行いをした本人に返ってくるのだよと教えられた方でした。これを善因善果、悪因悪果、自因自果と説かれています。幸せになりたければ良い行いをしなさいということです。不幸になりたくなければ悪い行いはやめなさいということです。自分のまいた種によって幸せになれるかどうかが決まるということです。そう聞くと良い行いとは何かを知りたくなってきます。私たちのやる善の一つにお釈迦様は三善というものを教えられました。三善とは本当の幸せに向かって散り乱れている心のままでやる良い行いを言います。例えば自分を産んで育ててくれた父や母に親孝行をしたり孝養を尽くすことです。あるいは嘘や悪口などの悪いことを言わないようにするなどいろいろな善が含まれます。
その三善の中に卑怯を乱さないという教えがあるんです。いい加減でだらしない暮らし方をするのではなく、日常の生活を正しくするように努めることを卑怯を正すと言われています。では、日常の言動を正すには具体的にどうすればいいんでしょうか。仏教に教え進められている禅の一つに禅定という行いがあります。禅定とは、心を静めて自分の姿を振り返る、我が身の言動を見つめて反省することです。私たちは毎日勉強や仕事、家事や育児で忙しいと走り回っていれば、なかなか反省する余裕がありません。しかし、どんなにスケジュールが詰まっていても、日頃からわずかな時間でも掃除や洗濯、整理整頓に努めていれば、おのずと精神が安定してきます。ちょっとしたトラブルやイライラする出来事に遭遇しても落ち着いて対応できます。些細なことでイライラしたり投げ出したりするのは、自分の足元が不安定になっている表れだと言えるでしょう。かつて200年ほど前のイギリスでこんなことがありました。一人の夫人が有名な思想家として知られているトーマス・カーライルという人のもとを訪れた時のことです。その夫人は、先生、助けてください。家庭のことで悩んでおります。どうかお願いします。と涙ながらに訴えます。きっと聡明なカーライルならば、何か希望の光を指し示してくれると思ったんでしょう。その夫人は、自分が陥っている苦しい心情を切々と語り出しました。カーライルはただうなずきながらその夫人の話を聞いています。そして最後に夫人に一つだけアドバイスをしたんです。今までの話、よくわかりました。その悩みを解決する鍵は、あなたが毎日使っている裁縫箱にあります。裁縫箱の中に乱れた糸があったら、きちんと巻き直してください。そして次にタンスの中を調べて、乱雑に入っている衣類があったら、いつでも取り出しやすいように整頓してください。私が申し上げられるのはそれだけです。夫人には裁縫箱やタンスが自分の悩みとどんな関係があるのか理解できませんでした。しかし、腑に落ちないながらも誠意を持って悩みを聞いてくれたカーライルの言葉だけに、何か深い意味があるに違いないと思って夫人は家に帰りました。それから1週間後のことです。明るい笑顔に戻った夫人が再びカーライルのもとへやってきました。先日は誠にありがとうございました。裁縫箱の中にはご指摘通り針も糸も乱雑に入っていました。タンスの中も衣服をきちんと畳んでいなかったり、種類別に分けていなかったりとひどいものでした。気がついたら家中の整理を始めていました。なぜこんなに基本をおろそかにしてしまったのかと恥ずかしくなりました。家の中の乱れは心の乱れの表れなんですね。これでは何事もうまくいくはずがないと知らされたんです、と晴れやかな表情で語ります。生き生きと話す夫人の様子を見たカーライルはにっこり笑ってうなずいていました。このように円満な家庭生活が送れるかどうかと整理整頓をすることには密接な関係があるようです。今の日本でも心を静めて反省しようと思ったら、掃除や整理整頓が非常に大切だと分かります。数年前から断捨離ブームとかミニマリストという言葉がよく聞かれるようになったのも、やはり身の回りの整理整頓が心の安定に影響していると気づく人が増えたからでしょう。日々の暮らしの中で礼儀や身なり、言葉遣いを一つずつ垂らして身の回りの整理整頓に努めていくようにしたいと思います。また最近では呼吸や姿勢を正して心を静めて自分を見つめるマインドフルネス瞑想や座禅も世界中で流行しています。それならばセルフネグレクトになりそうな人はみんな瞑想をすれば全て一気に解決するんでしょうか。確かに一定の効果はあるでしょうが、それは必ずしも根本的な解決にはならないと専門家からも指摘されています。実際に自分の心を静めようとするほど動いてしまう心に気づくはずです。目を閉じてじっとしていると、急に忘れ物を思い出したり、なくしたはずの探し物が頭に浮かんできたりと、日頃の雑多な悩みや煩わしい心が次々に湧いてきます。
湖の水のように静かな心になろうと思っても、心に波風が立って荒れてしまって、少しの時間も集中できずに散り乱れてしまう。そんな心が見えてきます。もっと落ち着かなければと思いながらも、ついつい散乱してしまうのが私たちの心です。静まっているように思えるのはほんの一時のことで、いつの間にかまた思ってはならないことが浮かんできます。あれが欲しい、こんなものがあればと思えてくる欲の心や、あの人のせいで恥ずかしい思いをした、あいつのせいで儲け損なったと腹が立つ怒りの心、どうしてあの人ばかりが評価されるんだろう、どうせ私なんかという恨みや妬みの心などが湧いてきます。そのような欲や怒り、恨み妬みの煩悩と言われるものによって苦しみ悩んでいるすべての人は、煩悩具足の凡夫であると有名な歎異抄には教えられています。ここで凡夫と言われているのはすべての人のことです。平凡に暮らしている人だけが凡夫ではなくて、みんなから立派な人だと褒められているような人も含めて、すべての人間を凡夫と言われています。具足とは 100% それで出来上がっているという意味です。雪ばかりで作られた雪だるまは雪具足と言われます。雪が溶けたらなくなってしまうのが雪だるまであって、雪以外に何かあるというものではないからです。人間はみんな煩悩具足であって、どんな人も煩悩に目鼻をつけたような煩悩の塊だと言われています。果たして欲や怒りの煩悩によって常に不安や不満を感じたり、心の散り乱れてしまう私がどうすれば心安らかに生きられるのか。すべての人がありのままの姿で本当の幸せになれるという根本的な解決の道を示されている教えが仏教です。セルフネグレクト対策の2つ目は、本当の生きる目的を知ることです。私たちはなぜ自分の心や体を大切にする必要があるのかといえば、健康な肉体や健全な精神を養うことが本当の生きる目的に向かって進むときに大切だからです。自分は何のために生まれ生きているのかを知れば、勉強も仕事も健康管理もこのためだと全ての行動が意味を持って心から充実した人生になります。この目的を知ってそれを達成するために大切なのが健康な体と健全な心です。しかしほとんどの人は本当の生きる目的を知りません。ですからその時その場で変わる生きる目標をあたかも生きる目的のように思って生きています。生きる目標とは仕事や家庭、健康などの私たちが日頃求めている、とりあえず今はこれが大事と思っているものです。それらはこれ一つ果たすために生きてきたと言える生きる目的とは違います。もし仕事を生きる目的と思っていたならば、仕事を失ったと同時に生きる意味もなくなってしまうことになります。実際に中高年の男性で社会的な立場をなくした喪失感からセルフネグレクトになってしまう人はたくさんあります。家族を守ったり友達を大切にするのが生きる理由だと思っていれば、それらの人から見放されたり死に別れたり裏切られたりした時には生きる希望を見失ってしまうんです。健康を頼りに生きている人は重い病気になった時に落ち込んでしまいます。信念を力にしているならば、信念が揺らいだ時に生きる意味を喪失してしまうんです。何かを頼りにして心の支えにしなければ生きていけませんが、やがて裏切るものを信じて生きていれば必ず最後は苦しまなければなりません。私たちが生きているのは決して裏切られることのない変わらない本当の幸せになるためなんですよと仏教では教えられているんです。生きてきてよかったと心から喜べる本当の生きる目的こそが全ての人にとって最優先に求めるべきものであり、セルフネグレクトを根本から防ぐことにもなると言えるでしょう。お経の中には本当の生きる目的を果たした喜びをこのように記されています。人心受けがたし、今すでに浮く。これは
2600年前にお釈迦様が仏として説かれた特に有名な言葉です。人間に生まれてよかったという喜びであり、生きてきてよかったという大満足を表されているものです。たとえ何か叶わないことがあっても、手に入らないものがあっても、人として生きてきたことを喜べる幸せのあることを人心受けがたし、今すでに浮くと言われています。現実には世の中には思い通りにならないことばかりですし、今も辛い毎日を過ごされている方もあるでしょう。しかし、どんなに苦しくても、この生きる目的を果たして、本当の幸せになるまでは生きていかなければなりませんよと、お釈迦様は力強く教えられています。そして、この幸せは、どんな人とも分かち合える、シェアできる喜びです。あなた自身に知らせたいのはもちろんですが、周りで生きている家族や友達にも知らせていただきたい。そんな幸せが仏教には教えられています。私の夢は世界中の全ての人が変わらない本当の幸せになることです。ではどうすれば本当の生きる目的を知って人間に生まれてきたのはこの幸せになるためだったと喜べるのか、今後の講座で詳しくお話ししていきます。次の動画でお会いしましょう。動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。また、もっと深く学びたい、体系的に学びたいという方のために、動画や個別のオンラインレッスンで仏教が学べるオンライン仏教アカデミー OBA を開講いたしました。今ご覧いただいた動画の講師からも学べます。下の概要欄からホームページにアクセスしてご覧ください。